前回のあらすじ。隣町に引っ越した室岡幸子が、踏切で列車にはねられ死亡した。目撃者の大岩刑事によると突き飛ばした男がいるという。ひろみは真相を突き止めることを決意し、捜査を始める。入院していた病院で、男の子がお見舞いに来ていたことを知る。残した花束には、呼び出しのメモが残されていた。さらに、若い女性から電話があったことも。幸子の母から、ひろみ宛ての手紙を出したことを聞くが、ポストには入っていなかった。間違って配達されているのだろうか。今日は2日目、火曜日です。事件の調査はまだまだ始まったばかり。まず、室岡幸子さんの手紙のことを、アパートの人に聞かなくちゃ。で、住人を回るんだよね。ここは、野々村正代の部屋の前です。ドアをノックすると、野々村正代が出てきました。あら、新しい管理人さんって、あなたなの？ええ。まだ高校生ね。若いのに大変ね。よろしくお願いします。それで、今月の家賃なんですけど。まだいただいていないんで、受け取りに来ました。そうだったわね。はい。今月の家賃です。前の管理人さんは、地上げ屋の嫌がらせで出て行ったんですって。手紙について聞いてみよう。さあ、知らないわ。何のことかしら。知らないか。地上げ屋については？ヤクザっぽい人が管理人さんのところへ来て、アパートに火をつけるって脅かすのよ。それは管理人さんも逃げちゃうよね。部屋をノックすると、見知らぬ男が出てきました。引っ越してきた高根沢の部屋だけど。あなたが管理人さんですか？平和かいな。はじめまして、今日越してきた高根沢和也と言います。手紙はわかるかな？引っ越してきたばかりなんで知りません。知らないか。職業？極東新聞の記者をしています。あなたのお父さんは山崎源吉で、刑事をしていたでしょう？お父さんの名前はよく知っていますよ。なんで知ってるの？事件の取材でお世話になっていたから知っているんだ。そうそう、大岩とかいう名前の刑事も知ってるな。山崎刑事の下で働いていた刑事だろう。よく山崎刑事に叱られていたな。彼も上村隆一には手こずっていたようだな。そんなことまで知ってるんだ。上村隆一について聞けるかな？君もお父さんから聞いていると思うけど、高級品専門の泥棒さ。しかも変装の名人で、本当の素顔を知っている者はいないと言われている。上村はしばらく活動を中止していたんだが、最近また活動を開始したという情報を聞いてね。大岩刑事に会うことがあったら、お父さんと上村隆一のことを聞いてみるといいよ。お父さんのことで知らなかったことが聞けるよ。後で聞いてみようかな。部屋のドアをノックすると中から若い男が出てきた。いやあ、こんにちは。僕は島根和夫です。今年で一浪目の苦学生さ。来年こそ早稲田に受かるよう、ここで生活しているんだ。何しろここからは予備校が近いからね。浪人生か。手紙のことは知ってるかな？僕は知らないな。時たま部屋に押しかけてくるヤクザっぽい地上げ屋が嫌がらせに持って行ったんじゃないのかな。僕のこと殺される前に出て行けって脅かすんだ。管理人さん、なんとかしてよ。それは勉強どころではないね。君は言っていないのかな。この近くに進学率が高いって有名な新進予備校があるんだ。隣町の高校からも結構習いに来ているみたいだよ。もしかして幸子を見てるかも。へえ、かわいい娘だな。紹介してくれよ。君でもいいよ。おあいにくさま。そういえば彼女が男の子と歩いているのを見たことがあるな。彼女は君と同じ制服を着ていたって。学生服を着ていたから同じ学校の男の子じゃないかな。僕が予備校を終わってから二人の歩いているのを見たから二人とも予備校帰りじゃないの。同じ学校か。部屋のドアをノックすると中から女性が出てきた。あなたが大家さん。私は水木玲子っていうの。よろしくね。彼女の化粧は濃く、いかにも水商売風に見えます。彼女は眠そうにしています。そうだ。ちょうどいいわ。今月の家賃ね。少し待ってくれない？今月はちょっと苦しくってね。大丈夫。当てはあるから。手紙は知ってるかな？代わりに入ってたのこの人宛てだったよね。知らないわ。手紙なんて。知らないか。代わりに入っていたハガキ。わざわざありがとうって言いたいけど、請求書じゃね。ほら、私みたいな仕事をしているとお金が羽をつけて飛んでいくのよ。何の仕事かな？部屋のドアをノックすると、男の人が出てきた。あなたが管理人さんですか？私が教えている生徒と同じ年だね。私は細井慎一郎と言います。よろしく。家賃はお払いしますよ。はい。教えているってことは教師かな？手紙、知りませんね。それより隣の女性が夜中に男を連れ込むのを何とかしてもらいたいですね。男を連れ込む？さあね、
ヤクザみたいな男でしたよ。水木さんのところに確認しに来たけど、お隣の細井さんの部屋に行ってきたかしら。あの中年たら私に気があるものだから、わざと悪口を言うみたいなの。迷惑しちゃうわ。気があるなら、そんな風に言わないような。あれでもあの人、大学の助教授なのよ。うだつの上がらない万年助教授じゃねえ。あはは。これで一通り回ったかな。大岩さんに上村隆一について聞いてみよう。上村隆一は一流のプロさ。しかし、君のお父さんに一つだけ叶わなかったことがあったんだ。それは何ですか？いつものように絵画を守備翼盗み別の場所に隠し、変装して現場から立ち去ろうとしたんだ。しかし、君のお父さんに見破られたんだ。どんな変装していたのかしら？その時に上村が変装していたのは俺の姿だったんだ。大岩さんに変な趣味。おいおい、変で悪かったね。上村隆一の話はこれぐらいにしておこう。私、これから幸子の通っていた白川学園に行って調べようと思うの。学校側には室岡さんのことは連絡されているけど、自殺らしいということになっているから、十分気をつけて行動するんだぞ。ひろみくんは単身で室岡さんの通っていた白川学園に調べに向かいました。新米探偵さんの活躍を楽しみに、私はしばらく待つことにしました。まあ学園の外でもついては来てなかったしね。ここは室岡幸子の通っていた白川学園の校庭前です。そこの人に聞いてみようかな。そうそう、彼女が室岡幸子だよ。制服がちの学校と違うけど、あなたも転校生なの3年 A 組の子だろう。？3年 A 組か。あとはこの試験用紙について。この間の3年生の試験問題じゃないか。なんで君が白紙の試験問題を持っているんだい？もしかして君が試験問題を持ち出したのかい？まさか、試験の日に休んだので、先生から後でもらったのよ。うちの学校は、そういうことにはうるさいから気をつけなよ。見つかった生徒は理由を聞かず退学だからな。そうか、普通は白紙の試験用紙なんて学生は持ってないか。私、試験って名前のつくものが大嫌いなの。お願いだから、そういうものを見せないで。この女の子は何か知らないかな？この間、前期の試験発表があって、順位発表が貼られた掲示板の前で倒れた女の子が同じ名前だと思ったけど、倒れた？その子は、保健室に運び込まれたみたいよ。試験発表がいつあったかですって、先週の金曜日に決まっているんじゃない？今回の試験には変な噂が流れていて、試験問題が事前に漏れていたらしいんだ。じゃあ、この試験用紙をいつ幸子が手に入れたかだよね。ここは保健室です。どこか調子が悪いの？保健の先生かな？幸子のこと知ってるかな？室岡幸子さん？あ、試験発表の時に倒れて運ばれてきた子ね。で、花島くんが連れてきてくれたわよ。室岡幸子さんと同じ3年 A 組の男の子でしょう。そういえば、彼は今回の試験でトップだったんですって。この男の子は気になるね。制服が違うわね。そう、室岡幸子は転校生だったわね。あら、あなたの制服も違うわね。どうして？あ、嫌だな先生。私も彼女と一緒に転校してきたんですよ。忘れちゃったんですか？まさか制服だけ借りてきているだけじゃないでしょうね。と冗談は置いておいて、あなたも早く教室に戻りなさい。ごまかせたか？試験用紙の話は聞きにくいけど聞いてみるか。どうしたの？この試験問題は？話によっちゃ、先生方に連絡しなくちゃならないわよ。いいえ、これは室岡幸子さんの持っていたのを私が借りてきたんです。そう、室岡幸子さんの自殺原因はこれだったのね。まあそう思っちゃうよね。幸子の教室に来たよ。ここは3年 A 組の教室の中です。僕が生徒会の書記をしている花島明だけど、何か用かな？そこまで聞いていないんですけど。いや、失敬。家庭が病院を経営しているもので育ちの良さが自然と出るんだよね。はあ、なんだこいつ。試験について聞いてみようか。ああ、僕がトップになった試験のことか。まあ難しい方に入るだろうけど僕は楽だったな。今度の試験も僕に聞いてくれれば君の力になれると思うよ。保健室の件はどうかな？保健室がどうしたの？ああ、あのことか。僕が掲示板のそばに倒れていた女の子を連れて行った件だろう。当然のことをしたまでだよ。保健室の先生はすぐに彼女をベッドに寝かせていたけどね。後から聞いたら貧血で倒れたんだってね。そういえば親が病院を経営って言ってたけど。君、知らないかな？ほら、踏切のそばにある大きな総合病院。あそこが父の経営している病院でそこの院長をしているんだ。その病院はベッド数50の個人院の中じゃ、まあまあの中堅どころじゃないかな。今年の10月から新しく歯科部門も新設されるんだ。まあ、僕も将来は病院を継ぐように言われているからプレッシャーが大変なんだけど、仕方がないよな。あと、何か聞くことある？写真見せてみようかな。
君は室岡さんと同じ緑が丘高校にいたのか。制服を見ただけで学校がわかるんですか？まあね。緑が丘高校のことを知ってた？ここは3年 A 組の教室前です。あなた、見たことのない顔ね。また新しい転校生かしら。こんにちは、桜田まどかです。あなたみたいな子、私、好きなタイプよ。幸子さんのことは知ってるかな？彼女はクラスでも暗かったからね。先週は特に何か思い悩んでいたみたいよ。自殺未遂をした彼女でしょう。素敵。私も好きな人のために自殺してみたいわ。彼女はとても罪な人なのよ。野球部のキャプテンは彼女のことを好きだったらしいけど、あまり相手にしていなかったみたいなの。名前は星川光。野球部ではピッチャーをしていて、今年こそ甲子園に行くって躍起になっているわ。少し前に体育館で見たわよ。男らしくて、胸毛も濃いし、私は好きよ。でもすぐに暴力事件を起こすのはいけないわ。女の子は弱いものなんだからね。星川さんが室岡幸子さんを殴ったらしいの。それで先生が問題にして、一時は野球試合の参加を中止する騒ぎまでになったのよ。女に暴力を振るうなんて最低。でも女ですもの。多少の強引さは欲しいわよね。あ、体が張ってるわ。うちの学校は運動部の人材をよそから呼んでいるでしょ。野球部の星川くんもその一人なのね。星川くんとこは母子家庭なのよ。この学校に来たのも学費免除があるからなの。美談よね。でも私は貧乏な人と結婚するのは絶対嫌よ。ひろみは、このことだけは友達にならないよう気をつけようと思った。だから試合中止になると今まで受けてきた得点がなくなるのよ。あとは隣の彼女に聞いてよ。やだ。とりあえずその星川って人に話を聞こう。ここは体育館です。この人が星川かな？室岡幸子さんが死んだことご存知ですか？室岡幸子が死んだ。今は何も話したくない。室岡さん、僕がもう少し早くに、れば、こんなにことには。何が、早くなんだろう。と泣いてるみたいだしハンカチ貸そうかな。これ、室岡さんのハンカチだね。そうですけど。お願いがあるんだけど、このハンカチを僕にくれないかな。頼む。わかったわ。星川さんにあげる。ありがとう。大事にするよ。星川は、何か話したがっているようです。室岡さんから預かっているものがあったんだ。今度会った時に渡すから、君の方から家の人に返しておいてくれないか。今渡してくれないんだ。おや？今日は2日目、火曜日、時間が経過して、今は放課後。クラブ活動の皆から話を聞くために、ひろみは校庭前へとやってきたの。後半ですかね。なんで水に？白川学園の校庭前です。野球部の男の子が立っています。僕に話しかけているんですか？本当ですか？僕、伊集院徹って言います。よろしく。血液型は何型ですか？ A 型ですけど、それがどうかしました？僕は O 型なんです。相性はぴったりですね。名前は何て言うんですか？山崎ひろみですけど。伊集院ひろみって合うと思いませんか？いいな、本当に合うな。交際してくれますか？いやいや、ぐいぐい来すぎでしょ。あなたにぴったりの情熱的な女の子を知っていますから紹介しますね。そうしなければお話を聞いてくれそうもないし。なんで彼女紹介しないといけないの？こんにちは、私のハニー。あなたとお付き合いをしたい人がいるの。それで紹介に来たの。野球部の伊集院くんだけど。彼がそう言うんならいいよ。この子、前から彼のことが好きだったのよ。おっとそうなんだ。彼女も普通の女の子なのね。かわいいわ。嬉しいな。ありがとう。本当にありがとう。ありがとうございました。そうか。僕にも彼女ができたか。これで、少しは話を聞いてくれるかな？うちのキャプテンが熱を上げている女の子のことでしょう。でも、僕のまどかちゃんの方がずっと可愛いさ。めったに練習を休まないキャプテンなのに、今日は練習を休んでいるみたいだね。甲子園出場がかかっているのにどうしたんだろう。今年もうちの野球部は甲子園最有力候補なんだ。おかげで部員全員、トラブルを起こさないように気をつけているけどね。あれ？これしか教えてくれないの？そういえば花島はどこだろう？彼なら生徒会室じゃない。場所は図書室と職員室の間にあるからすぐわかるわ。彼女、放課後は図書室によく行ってたんじゃないかしら。花島くんは室岡さんと仲良かったわね。彼女は無口な方なんだけど、花島くんとはよく話をしていたみたいね。さっき話した感じあまり面識ない風だったのに。ここは図書室の中です。彼女は何か知ってるかな？彼女の着ている制服はどこのかしらね。緑が丘高校よ。それがどうかしたの？彼女は何か思い出したようです。さっき、写真を見て思い出したんだけど、室岡さんも花島くんも3年になってから、この学校に来た転校生だというのは知ってるわね。花島くんで転校生だったの？静かに。彼、室岡さんと同じ高校から転校してきたのよ。じゃあ、
ひろみと同じ学校にいたんだ。ひろみには、自分と同じ学校出身だと聞かされても、花島の顔も名前も全く覚えがなかった。喋っていなかった？ごめん。彼女とは、よくこの図書室で会ったわ。彼女と最後に会ったのは前期の試験日の前日よ。その日も遅くまで試験勉強をしていたから出したよ。星川は来たりするのかな？彼もよく図書室の間を通って中を覗いていくわよ。ここって、運動部の更衣室と体育館との間にあるから運動部の人はよく通るのよね。確か、図書室の隣が生徒会室で、その隣が、職員室。さらに少し離れて、運動部の更衣室よね。静かに、その通りよ。これは幸子目当てだよね。花島は？生徒会室じゃない。よく遅くまでいるし。室岡さんと一緒に帰るのを見たことがあるの。もしかして二人は付き合っていたのかしらね。室岡さんは、試験日の前日も遅くまで図書室にいたわ。でも勉強をしているより、しきりに開いているドアの方を気にしていたみたいだけどね。幸子の方は花島を待っていた？そして突然、誰かを追うように図書室を出て行ったの。しばらくして戻ってきたので一緒に帰ったけど、その後に変な噂が立ったんでしょう。噂？運動部の女の子たちが流し始めた噂でしょう。彼女たちから直接聞いてみたら。どこにいるのかしら？静かに、体育館よ。わかったわ。ここは体育館の中です。彼女たちかな？踏切で自殺したんですってね。ねえねえ、聞いて、室岡さんって、例の試験用紙問題を苦にして自殺したんですってね。隣の彼女が見たと言っていてるんだけどね。隣の彼女に聞いてみたらどうかしら。私、試験前日の放課後に室岡さんが職員室から出てくるのを見たのよ。翌日の朝、用務員さんが見回って、試験用紙が盗まれたことが分かったの。どうしてわかったの？職員室のドアが半両気なので、不審に思って調べたら試験用紙が1枚紛失してたんですって。その日は部活が遅くなって、私たち2人は更衣室に向かっていたの。途中で隣の彼女が忘れ物に気づき体育館に戻ったの。その時あなたは誰も見なかった？生徒会室前で、花島くんと室岡さんが話をしているのは見たけど、その時に職員室のドアは開いていた？その時は気にもしなかったけど、ドアが少し開けられていたわ。私が忘れ物を取りに体育館に戻り、更衣室へ一人で向かっていたの。その時に室岡幸子さんが職員室から出てくるのを見たのよ。その時職員室のドアは開いてたかな？彼女はドアを閉めて職員室から出てきたんだから、ドアは閉まっていたはずよ。その時に花島くんは生徒会室にいたのかしら？いたんじゃないかしら。私たちが着替えて学校を出る時も生徒会室の明かりはついていたもの。それは何時頃かしら7時は回っていたんじゃない。でも、おかしいんじゃない？室岡さんはドアを閉めて職員室を出てきたんでしょう。でも翌日には職員室のドアは開いていた。なぜかしら？室岡さんの後に誰かが職員室に入ったとしたら、あ、それって、もしかして花島くんが？その可能性もあるということよ。確かに花島ちょっと怪しいよね。ここは生徒会室の中です。彼が室岡さんを殴った事件は有名だよね。そういえば試験日の前日も職員室前をうろうろしていたな。星川もいたの？学校の帰りに一緒に帰ったことはありますよ。彼女が図書室で僕の帰りを毎日待っているんでね。彼女の方が積極的なんですよ。試験の前日はどうですか？いえ、その日は一人で帰りましたが。他の証言と違うね。室岡さんが試験用紙を盗んだ事件のことだろう。僕としては室岡さんを信用しているけどね。怪しいけど。あら、また来たの。あなた学校ではあまり見かけないけど、どこのクラスなの？その、3の A 組です。あ、まずいか。名前はなんていうの？山崎ひろみです。おかしいわね。そんな名前の人は3の A 組にはいないわよ。最近転校してきたんです。あなた学生証を見せてごらんなさい。すみません、自宅に忘れてきました。あなた、この学校の生徒じゃないわね。バレちゃいました。実は私、学生刑事なんです。本名は山崎咲。学園内の悪は、私が許しちゃおかねえぜよ。何言ってんの？あなた、試験用紙を持ち歩いているそうね。うちの生徒でもないようだし、それは私が預かっておくわよ。取られちゃった。兄貴の学校での捜査は、ほぼ終わりました。部屋に戻った兄貴は、疲れたのかすぐ寝てしまいました。そして、今日は3日目、水曜日です。今回はここまでにしておきましょうか。2日目の調査は終わったけど、試験用紙が盗まれた事件が重要な感じだね。幸子が疑われているけど、花島が怪しい感じ。それでは、次の動画でまたお会いしましょう。またね。